皆さんこんにちは。井の川ちゃんを見に来てくださりありがとうございます。アビです。今日は東京都武蔵野市にある井の頭自然文化園に行きます。道路を挟んで動物園と水生物園に分かれているので、私は水生物園の方から見ていきたいと思います。ケロケロ。吉祥寺駅の南口から出て、カフェやアパレルショップの多い七井橋通りを歩くと、井の頭公園が見えてきました。駅からだいたい10分ほど歩いてボート乗り場を越えたところに水生物園の入り口があります。400円でチケットが買えて、1枚のチケットで動物園と水生物園両方に入場することができます。閉園時間は午後5時なんですけど、午後4時までだったらそのチケットをまた持っていくと再入場ができるみたいです。水生物園に入ってすぐ右手の小サギさんたちの家の奥に水辺の小道があって、井の頭池を見ながら涼しい木陰を散歩できるようになってました。ベンチもあるのでゆっくりバードウォッチングもできそうです。3月生まれで生後約2ヶ月のコールダックちゃんは柵越しに群れとお見合い中らしいんですけど、なぜかずっと鏡の前にいました。まだベビーだから鏡に映った自分を仲間だと思って安心するんですかね。園内には背の高い木が多く生えていて、都会にいるなんて信じられないくらい空気がきれいに感じます。そういえば入ってすぐのところに地図が置いてありました。最近はスマホで見てくださいっていうところも多い中、紙の地図を置いてくれてるってエコじゃないかもしれないけど、見やすいし思い出にもなるし嬉しいなって思いました。水鳥たちを見ながらさらに進んでいくと、水生物館が見えてきました。最初の水槽にいたカイツブリさん、ちょこんってしてるのめっちゃ可愛い。今までイモリとヤモリの違いがいまいちよくわかってなかったんですけど、イモリは両生類でヤモリは爬虫類なんですって。ヤモリは家を守るから陸で暮らすって覚えようと思います。水生物館では入り口から出口まで正方形に並んだ水槽に、魚類だけでなく両生類や水生昆虫、水草など様々な種類の生き物が展示されてました。水生物館を出ると出入り口の向かい側に動物園はあちらって書いてある看板があったので、動物園を出て歩道橋を渡って動物園に到着しました。リスとヤギのご飯の時間も書いてあったんですけど、朝早く行動するのが苦手な私は全然間に合いませんでした。入り口入ってすぐのところに売店があって、朝から何も食べてなかったのでゾウさん弁当を食べるかどうかめっちゃ悩んだんですけど、動物園を一周する時間がなくなると困るので諦めました。
ケロケロ。入り口近くの小動物エリアのあたりにモルモットふれあい広場があって、事前予約制でモルさんたちにおさわりすることもできるみたいです。いつも動物園で募金箱を見ると、動物さんたちのご飯代と思って少額だけど絶対払っちゃいます。じゃじゃん。私の弟のチョコラくんと一文字違いのチョコくん。そろそろ時間切れで会えなくなると困るので、先に大本命のリス様たちに会いに行こうと思います。ケロケロ。ランプが青になる。リスが周りにいないことを確かめてからお通りください。餌をあげられません。ご協力をお願いいたします。リスの外に出ないよう。リスの小道に入ってすぐは、全くどこにリスたちがいるのかわからなかったんですけど、2、3分で徐々に目が慣れてきて、なんとなく発見できるようになっていきました。このリスたちに囲まれた空間を散歩するのが本当に幸せで、お邪魔させてくれてありがとうって気持ちでいっぱいです。追いかけっこしてる子もいれば、お着物のふりしてる子もいたり、もぐもぐしてたり、可愛すぎる。この空間にずっといたいっていう思いと、他の動物さんたちにも会いたいっていう思いでめっちゃ悩みました。とりあえず時間があれば後で来ようかなって思います。リスの小道を出たところにはリスたちの繁殖棟があって、ここにもリスたちがたくさんいました。ケロケロ。動物園の奥の方にはミニ遊園地もありました。園内にある自動販売機はテーマパーク価格じゃなくて良心的です。他にもヤマネコやシカ、フェネック、カワウソなどなどたくさんの動物さんたちがいました。夕方、閉園間際のお時間にご飯をもらってる子が多かったので、ご飯タイムが見たい方は閉園20分前くらいまではゆっくり見て回るのがいいかもしれないです。今日は井の頭自然文化園にお邪魔しました。こんなに可愛い動物さんたちに会えるのに入場料400円って安すぎませんか？午後から行ったら時間が足りなすぎたので、次回は頑張って朝から行こうと思います。都会にあるのに平日だと結構入場者が少なくて穴場に感じたので、皆さんもぜひ行ってみてください。自然も豊かなのでリラックスできる休日になりました。ここまで見てくださりありがとうございました。また見に来てください。カエルの歌が聞こえ